スペインのマドリードにやってきました。波打つような天井のデザインがすごくおしゃれです。黄色を基調とした明るくて開放的な印象の空港でした。この右手のオレンジ色の建物がアトーチャ駅という中心駅です。翌日訪問予定のプラド美術館の下見に来ました。こちらはメインの建物で、裏には新館があるみたいです。入り口が何箇所かあって、私たちが入場できるのは新館でした。プラド美術館から少し歩いて飲食店が立ち並ぶエリアにやってきました。本日のディナーのお店です。たくさん人が入っていくので、このお店がすごく気になって入ってみました。まずオーダーしたのがエビのガーリック焼き。とっても柔らかくて皮まで食べられます。スペシャルマッシュルームというメニューがあったので頼んでみました。エビの切り身が入ってて美味しかったです。一番食べたかったコイカのソテーはエスニックの味の中になんとなくお好み焼きのような味もしてすごく美味しかったです。朝一でプラド美術館へやってきたのですが、事前予約したにもかかわらずこの長蛇の列。当日予約だともっと並ぶみたいです。入り口まで30分かかりました。館内撮影は NG だったのでお借りした画像で紹介します。写真を撮らないからか混雑が減ってゆっくり作品を目に焼き付けることができてすごく良かったです。こちらの作品はベラスケスのラス・メニーナスという作品です。ベラスケスはマドリードの代表な宮廷画家です。こちらはフラ・アンジェリコの受胎告知。奥にはアダムとイブの姿があります。ヒエロニムス・ボスの快楽の園という作品。この作品を見るためにプラド美術館にやってきたと言っても過言ではありません。他にもボスの作品がたくさん展示されていました。休む暇なくマヨール広場へ向かいます。確かに。マドリードのシンボル的存在のこの広場は、商店街やレストランといったアーケードに囲まれた長方形の広場です。リンゴみたいなの入ってるし。レンフェという鉄道に乗ってマドリードからバルセロナへ移動しました。日本の新幹線のような雰囲気で足元も広く快適でした。
せっかくなのでマドリードで購入した飲み物を紹介します。昆布茶と書いてあったので購入したのですが、ちょっと微妙な味でした。少し甘い飲み物が飲みたいときはこちらのオレンジジュースを飲んでいました。硬水が多いヨーロッパでこちらのお水は貴重な軟水でした。バルセロナに到着。古い建物と新しい建物が混在していて、マドリードとはまた違った街並みです。翌日は朝からグエル公園へ向かいました。入り口へ向かうまでに長い階段を登らなければなりませんでした。半分ぐらい登ってもまだまだ続きます。途中で休憩している人もいました。やっとの思いで着いたエントランス。着いた頃には汗だくになっていました。石で作られたこのトンネルのようなものは柱廊と呼ばれるもの。一つだけ洗濯かごを持った女の人をかたどった柱がありました。グエル公園の中で唯一人間をモチーフにした作品だそうです。この波状のベンチはデザインだけでなく座り心地にもこだわって作られたみたいです。このメルヘンな建物は左がショップで右がグエル公園の事務所です。先ほどの広場から下に降りてみます。広場は86本の立派な柱で支えられていました。この下には貯水槽があり、雨をためれる仕組みになっているそうです。鮮やかなタイルで装飾されたトカゲがいました。直線と美しいタイルであふれたこの公園は絶対に訪れるべき場所の一つです。休憩でふらっと入ったこのお店、入って正解でした。リーズナブルでとってもボリューミーなパンやサンドイッチが食べれてすごく幸せでした。
かったサグラダ・ファミリア。そうだよ。実物は想像をはるかに超えて大きかったです。この果実のようなオブジェは日本人彫刻家の方が手掛けたものだそうです。言葉で表せないほどの芸術性あふれる素晴らしい空間でした。森をイメージした内部。天井に向かって枝分かれしている柱は木の幹のようです。エレベーターで上層部まで行きました。こっちがすごくね、すごいよね。あれが、そのやってるやつで、あそこね、もう作業してるわけね。帰りはなんと気が遠くなるほどの螺旋階段。慎重に降りないと今にも踏み外してしまいそうでした。海沿いのバルセロネータという町まで来ました。市街地からわずか15分ほどで地中海リゾートが味わえるのはバルセロナならではです。普通にこれさ、うわ、鳥怖い。スペインは比較的にディナーの開店時間が遅い印象で、このお店も20時が一番早い予約の時間でした。日本のコロッケとは違ってベシャメルソースがベースとなっていました。軽く3合はあるお米の量だったので、かなりお腹いっぱいになりました。この後はパリに向かいます。次の動画でまたお会いしましょう。